home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さてですね、2022年は寅年ですよね。いろいろなものが動く年、成長する年なんだそうですけど、僕自身も2022年はですね、本当に動く年になると思いますし、いろいろなことに挑戦して当たってぶつかってでまたね成長する年になればいいなと思っています。はい。あとですね、ラッキーカラーワインレッド、クリーム色、山吹色だそうです。僕はね結構赤めのファッション、服とかもよく着るので、ワインレッドなんかはね取り入れながらちょっと意識してみようかなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 でホワイトナイト。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。さて今週もですねボードゲーム企画ですね。また来たよ、2週連続。ヤッホー、おそうせよ、いらっしゃいませ。今週はですねゆうたのタイムトラベラーということでですね、どの時代にもタイムスリップできるルーレットを手にした僕ゆうたが、本当だったらすごくいいね、時間旅行に出かけます。過去や未来を飛び回りながら無事現代に戻ってこられるかという結構壮大なタイムトラベラーなんですけど、スタッフお手製のねこれもボードゲームで、今回も1から3までの数字が書かれたルーレットを、回してですね、出たマス目だけ進みます。でマス目は全部で12個、それぞれのマス目にいろいろな指令やお題が書かれていまして、全部クリアして現代に帰ることができたら見事ゴールだそうです。ちなみにですね、今回どんな試練があるかと言いますと、これは今回もすごい盛りだくさんな感じになってますね。気になるのね何個か開けようかなと思うんですけど、平安時代の京都御所へタイムスリップ、怪しまれないように貴族の言葉で自己紹介してくださいとかね結構攻めてくるでしょ。1個目から。あとね、17世紀のイギリスへタイムスリップ、リンゴの木の前でニュートンが何やら悩んでいます。アドバイスをしてあげてください。もうこれねタイムトラベルというよりかは大喜利です。はい、言っちゃいます。大喜利です。これはただの。ということでですね、僕ゆうたがどんな大喜利をするか皆さん期待してほしいなと思います。それでは早速やっていこうと思います。ルーレットスタート。1はやめて。2ですか。バブル時代にタイムスリップ。おったまげザギンシースーを使ってトークしてみてください。おー、ほん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 、そうきた。これめっちゃ簡単じゃない？俺さ、昨日初めてさザギンでシースー食ったんだけどさ、値段見てすっげえおったまげた。どうですか？ OK ですか？ありがとうございます。はい、こんな感じで、今回のねルーレットは進んでいきますので、早速、2回目のルーレット回してみたいと思います。 GO！ 1が出ましたね。3番ですね。織田信長に遭遇、泣かぬなら殺してしまえホトトギスと言っていますが、ゆうたくんは泣かぬなら〇〇ホトトギスの〇〇に何を入れますかということですね。織田信長は泣かぬなら殺してしまえホトトギスですが、僕ゆうたは何を言うかということですね。そうだな、泣かぬなら泣くやつ探そう、ホトトギスにしようかな。もう泣かぬやつ、泣かないホトトギスはパスして泣くやつを探しに行くみたいなちょっと歪んでるかもしれないけど、俺はそうかな。泣かぬなら泣くやつ探そうホトトギス。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。ルーレットスタート。また1が出ましたね。恐竜時代にタイムスリップ。目の前に卵から帰ったばかりの恐竜の赤ちゃんがいます。人間を襲わないように赤ちゃん言葉で教育してください。きつー、ザギンで数詞おったまげ。これはそうか、来たか。おはよう。
そこにね、いる、でかいやついるでしょ。でかいやつね、すっごい悪いやつなのよ。で、俺はすごいいいやつだから、俺の言うことだけ聞いてね、しっかりした、いい恐竜になってね。うん。かわいいな、お前。っていう感じで、大丈夫ですか？俺、何やってんだろ、今日。本当に。ラジオやりに来たの合ってるよね。なんか、大喜利させられてんだけど。ありがとうございます。まあ、ということで、ここでですね、ちょっと一曲挟んでちょっとリフレッシュしよう。後半ちょっと俺頑張るからさ、とりあえずね、一曲挟んでリフレッシュしたいと思います。エド・シーランでオーバーパスグラフィティ。NCT127 ユータのユータアットホーム。お送りしたのはエド・シーランでオーバーパスグラフィティでした。今週はですね、ユータのタイムトラベラーに挑戦中ということで絶賛ねやってるんですけど、番組スタッフさんが作成したボードゲームを、やっています。マス目にですねいろいろな試練が書いてありまして、無事に現代に帰ることができたらゴールです。それでは、続きをやっていこうと思います。俺今どこにいるんだって、恐竜時代にいるもんね。もう帰んなくてもいいかも。ということで4回目いきたいと思います。 GO! 20年前の門真市にタイムスリップ。道端で泣いているゆうた少年がいます。優しく声をかけて慰めてあげてください。そうだな、20年前、6歳ぐらいか。どうしたん？まだ泣いてるやん。こけたん？そっか、大丈夫。うん。お前ならできる。うん。立って。そう。自分の足でしっかり歩くんだよ。そう。お前ならできる。行ってこい。という感じですかね。ということで、続いていきたいと思います。ルーレット、スタート。また2が出ましたね。100年後の日本でアホなルールが大流行。どんなルール？ちょっとこれ考えてもいいかな。なんだろう。難しいな。100年後の日本で、ルール。もう、おならしたら T マネー溜まっていくルールとかね。もう最高じゃん、そういうの。ファミマのポイント溜まっていくとかね。あとはそうだな、俺ね、思うのが、これ結構ガチで思ってるんだけど、もう有名な漫画、有名映画、リメイク3回以上禁止。どう？面白いよね。もうリメイクめっちゃされていくじゃん。もう5回6回って。もういいよって。もう3回まで。も早もん勝ちで、1回2回3回まで。はい。っていうルールはどうでしょうか。100年後の日本、そんな変わってないですね。はい。ということで、次行きたいと思います。ルーレット、スタート。70年後にタイムスリップ。ゆうたおじさんが縁側で日向ぼっこしてます。なんて声をかけますか？声かける系多いね。おじいちゃん。おじいちゃん何してんの？そんなところで。日あったかいね。日光浴びるとビタミン D がね、体に入るからすごく健康にもいいよ。うん。おじいちゃん。何してるの？そっか。ありがとう。また会いに来るね、おじいちゃん。うん。ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。以上です。70年後とかわかんねえよ。ということで、次行きたいと思います。ルーレット、スタート。1。タイムトラベラーの途中で未来人と遭遇。こんな未来人は嫌だ。どんな未来人？未来人ね。もう俺めちゃくちゃ好きだからね、そういうオカルト系。未来人、宇宙人もめっちゃ信じてるし、チャリンコ乗ってくるとかめっちゃ嫌かも。ローラースケートで登場とかね。あとなんだろうな、髪の毛がないとかね。もうツルツルとかね、ツルツルとか。あとまだメガネかけてるとかね。ちょっとそれは希望なくなるじゃん。未来でもまだそんなに進歩してないんだとか、ちょっと心のどっかで思っちゃうかもしれないしね。そのぐらいかな。はい。じゃあ
次行きたいと思います。ルーレットスタート。ラストかな。もう1か。まだ終わらせてくれないようだ。次の流行語を古い順に並べてください。A、ハッスルハッスル、懐かしい。 B、どんだけ。 C、ファイナルアンサー。 D、チョベリバ。俺ね、流行語結構疎いんだよな。チョベリバとかも知ってるんだけど、じゃあ行きます。ハッスルハッスルは俺ね、どんだけよりも古かった気がするのよ。で、俺この中だけだと一番どんだけが新しいような気がするんだよね。ファイナルアンサーで、俺だっててん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 、知りません？ミノモントさんが言ってたやつ、ファイナルアンサーってやつ、あれしか記憶にないから、多分それだと思うんだよね俺。で、ハッスルハッスルは気合のやつでしょ。俺チョベリバだけが今わかんないんだよね。でもチョベリバも俺学生時代の頃に流行ったような気がするんですよね。なので1がハッスルハッスル、一番古い順ね。 A ハッスルハッスル、 C が2番目ファイナルアンサーで、 D が3番目チョベリバで、 B がどんだけだと思うのよね。どうですか？全くの逆だった。残念ながら、どんだけしか合ってませんでした。正解はですね、一番古いのがチョベリバで、その次がファイナルアンサー、その次がハッスルハッスルで、最後がどんだけでしたね。俺の記憶はあながち間違ってなかったね。どんだけが一番新しかったからね。そういうことでですね、今回、全部で12個のユータのタイムトラベラー、やっていったんですけど、もうゴールですね。これが最後の問題でした。ということでですね、現代に無事戻ってこれたので、ここで1曲紹介したいと思います。 NCT127 でレイニーナイト。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ60 seconds with ユータ。1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーです。ストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介します。その1、誰かとランチする。会話しながら食べるというのがいいそうです。その2、雪だるまを作る。子供心に帰れるのがいいそうです。東京は難しいかもしれませんが、ソウルならねできそうなのでやってみようかな。その3、ウィンドウショッピングをする。見ているだけでもワクワクするのでストレスが減るそうです。以上、今週の60 seconds with ユータでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。メッセージもねたくさんいただいているので、紹介したいと思います。ラジオネーム保育士マリエさん、この前子供たちにイリチルの写真を見せて誰がかっこいいと聞いてみたところ、ゆうたくんがかっこいいと言った子に訳を聞くと、今やっている戦隊もののスーカイザーという役に似ているということでした。後で調べてみると写真の金髪ゆうたくんの雰囲気に似ていて、よく見て選んだんだなと思いました。ゆうたくんは子供の頃好きだったヒーローはいますか？そうですね、僕も子供の頃はすごく戦隊ものだったり、それこそウルトラマンね、ウルトラマンティガーで、その次にね仮面ライダーアギトとかね、やっぱねこう幼少期の頃って自分が死なないと思ったから、俺不死身だと思ったから、もうそれぐらいこうヒーローになりきって憧れられましたね。これからもなんかねこうちっちゃい子だったり、いろいろなこう人からももちろんそうなんですけど、やっぱねかっこいいだったり憧れるって思ってくれればすごく嬉しいのでね、これからも、頑張っていこうかなと思います。そしてですね、残念ながら、今回のね埼玉、中止になったんですけど、僕たちもねまだ日本のファンの皆さんのためにすごくたくさんのことを、準備しているので、なんて言うんだろうな、落ち込まずに、絶対次会えるから
ね、それまで、楽しみにしていてほしいなと思います。それでは皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうた@home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。みんなバイバイ。시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 sugar. 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 내 그럼 너의 것이야.